どうもバーケンです。雨が降ってきました。足元見てください。このぬかるみ、かなり滑ります。運転手の方は必死です。もしユンバを倒してしまったらお財布に大ダメージ確定です。実はこれまで何日も作業してきたのですが、前日からの雨でこの泥が多い土地がツルツルのテカテカになってます。金沢弁ではこれに近い状態を金柑生々って言います。それでこの後結構長いこと大変な状況が続くんです。正直倍速にしようか迷ったんです。ですがこのヒヤヒヤする感じ、せっかくのお宝映像の臨場感をそのまま見てほしいと思います。23ヶ月で174本も動画を編集してきた私にはわかるんです。これは面白い映像なんです。なので今回はあえてノーカット気味でいきます。その代わり皆さんが飽きないように私がしっかり喋って盛り上げます。それではじっくりご覧ください。先ほど金柑生々と言いましたが、これは下ネタではありません。正式には雪道が凍ってツルツルの状態を金柑生々と言います。なのでこの泥の状況とはちょっと違うんです。ただ単に金柑生々って言いたかったんです。私は生まれも育ちも石川県の金沢人です。今作業している新潟には何の縁もゆかりもないのです。だからもうこんなところで手こずってないでとっとと片付けて平穏な日々を取り戻したいのです。さてもう片足が水路に落ちちゃってます。なるべくこの農道は傷つけずになんとか脱出したいんですけど、いつまでたっても素人は素人みたいです。こういう時はちゃんとその場旋回を練習しておけばもうちょっとスマートにリカバリーできたと思いますが、私は説明書とか読まずになんとかなるって分かった気で進めちゃうタイプの人間なんです。画面奥に見える相続した砂山ですが、昨年から何本も動画を上げていますがなかなか終わりません。でもあと数回で終わることは確かです。頑張れ頑張れ、もうちょっと。前にも後ろにも動けなくなっています。農道はもう壊滅的ダメージです。みんなの共有財産ですから、後でしっかり元通りに直さないといけません。自分の土地ならそこそこの仕上がりでもよくても、後々いろいろ融資とか出てきてもおかしくありません。ましてや私この土地ではよそ者です。この動作でなんとか出れたみたいですが、元の場所に戻っただけです。まだまだ苦戦が続きます。さすがになかなか脱出できないので困っています。でも横に倒れることはないと分かっていて、どこか楽しんでいる私だったりします。遊園地の絶叫マシンよりこの脱出ゲームは面白かったりします。今度は後ろに下がろうと思うのですが、後ろには泥がつっかえて進めないんです。で、やっぱり同じ場所に戻ってしまいます。私の下手くそな運転に皆さんよくぞ辛抱強くお付き合いいただいてありがとうございます。次は後ろに溜まっているこの泥が邪魔して後ろに下がれないので泥を移動しています。全然脱出できません。こんな時は小ネタです。以前に金庫整理していたら父が器物破損で慰謝料を払ったっていう証拠が出てきました。10万円です。
父はそんなこと息子には言わないけど、私はそれを知っても全然驚きません。いつも揉め事を起こしては勝ったり負けたり、いや不思議とたまには勝つこともあったのかな。そんな感じの人でした。なので子供の頃から父親にはとても逆らえなくて、なんとか波風立てずにひたすら逃げるようにして生きてきたんです。父が急に亡くなった後、地域の人たちはあの人の息子だし、一体どんなやばいやつが来るんだって結構心配してたらしいんです。それが実際に相続人の私に会ってみたら、ああ息子さんはまともでよかったってめちゃくちゃ安心されたという話は後で聞いたんです。農道がもうぐっちゃぐちゃです。絶対に元通りに直さないといけないんですが、正直ズブの素人の私が直したところで、後でなんだこの直し方はって文句を言われるのがもう目に見えてるんです。しかもうちの父親は器物破損騒ぎだけじゃなく、軽トラ略奪事件も起こしています。もともとこの地域であんまりよく思われてなかったみたいです。一匹狼みたいな感じで誰も直接文句を言えなかったらしいですけども、そんな父親も亡くなった今となっては、これまでにたまりにたまってた地域の皆さんの鬱憤が全部この息子の私に降りかかってきても全くおかしくない状況なんです。この農道どうしようかな、困ったな。もう少しだけあがきますが、ついに脱出の瞬間が訪れます。ということで無理やり横断して水路をぶっ壊しました。泥が埋まっているだけなのですが、ユンボでは掘り出せない幅なので、人力でスコップで掘り出さないとならないので大変です。この動画これで終わりじゃないです。最後までまだまだ波乱が続きます。ぜひ最後までご視聴をお願いします。そしてこの後やっと積み込み再開です。
ピンをまたなくしました。やばいです。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録もよかったらお願いします。